こんにちは、ハミ肉チャンネルです。人を訪ねる車中泊旅も2026年の2回目、高校でお世話になった先生にご挨拶に向かうために鎌倉を目指して出発しましたが、都心は通りたくないので、大きく山梨伊豆を経由して鎌倉に向かうことにしました。ここは埼玉県。ここから南下すれば都心方面ですが、我々は西に向かいます。最初の宿泊地は最近人気の新しい道の駅紅花桶川です。ここは食のテーマパークとして大勢の人々を魅了しています。野菜何もないもんな。お食事処紅花の里桶丸大食堂では、桶川の桶をイメージしたオーケー桶祭り丼8種類祭りが大人気。ベーカリーでは行列ができるほどの人気を誇る生ドーナツや定番のミルクパン、紅花の形を模した濃厚な紅花の里桶川ミルクソフトや生クリームたっぷりのクレープも人気のようです。いい匂いするな。ヒルナンデスで紹介されたんだ。広々とした駐車場には普通車189台を収納可能です。愛犬と楽しめるドッグランも完備してます。首都圏内では車中泊が難しく、ここから首都圏方向には道の駅がありません。山梨伊豆を経由して鎌倉に行くのにはそういう理由もあります。とりあえず今日はここで就寝。ちょっと高かった。翌日の朝、車内に鏡やドライヤーなどはありますが、身なりを整えるにはやはりお風呂に入りたい。関東の中心部では好みのひなびた温泉などは期待できませんが、温泉に入れるところはありました。埼玉県川越市にある小江戸初刈温泉、関東平野の地下約1700メートルから湧き出る天然温泉です。泉質はナトリウム塩化物温泉、主成分はナトリウムイオンと塩化物イオンで、いわゆる初の湯。薄茶色のお湯を楽しむことができました。広いね。いわゆるスーパー銭湯的な何でも揃っている施設。朝の身支度にはこういう場所が最適ですね。大浴場はザブンの湯、サラサラの湯の2種類があり、男女日替わりで楽しめます。塩分が肌を包み込むように薄い膜を作り、入浴後も体の温かさが長く続くのが特徴。溶存物質量は数千ミリグラム以上とされ、関東平野に多い化石海水型の温泉。天然温泉、サウナ、そして多彩な浴槽、マッサージ機、もちろん食事と何でもある楽しいお風呂でした。電気で。妻は電気風呂でリフレッシュできたようです。温泉で体を温めた後、少し足を伸ばして川越の町を散策します。川越市は小江戸と呼ばれ、江戸時代の面影を今に残す町です。散策に便利なコインパーキングがたくさんありました。町の中心にあるのは蔵造りの建物が並ぶ歴史的な通り。黒い土蔵の商家が立ち並び、まるで江戸の町に迷い込んだような風景が広がります。その象徴ともいえるのが川越のランドマーク、時の鐘。江戸時代から町に時を告げてきた鐘楼で、今も一日に数回美しい鐘の音を響かせています。すごいね。すごいね。本町通りに出るとこのにぎわい。
そうか。もう醤油いらないか。醤油、いや、まあ。違う。小江戸川越の秋を代表する伝統行事、川越祭り、それをいつでも体感できる施設がここです。2貫の300円かかる。川越祭りは江戸時代から続く歴史ある祭り。豪華な彫刻や金箔で飾られた山車が街を巡行することで知られています。歴史上の人物をかたどった人形やさまざまな彫刻が見どころで、町の人たちが提灯を掲げて完成。館内には実際に祭りで使われる山車が展示され、その精巧な彫刻や華やかな装飾を間近で見ることができます。祭りに参加したような映像が撮れるブースもありました。国道407号を使って東京を迂回して八王子まで移動します。東京唯一の道の駅へ。駐車場は第1と第2を合わせておよそ100台、それほど広くなく交通量も多いため、車中泊というよりは旅の途中の休憩に向いた道の駅です。しかし他にいい場所もなく、ここで就寝。菜の花パスタ。気持ちは春。明日からは山梨県に入っていく予定です。道の駅八王子を出発し、高尾山を通り過ぎ、相模湖に到着。神奈川県の池ってこんな感じだよね。1947年に完成した相模湖ダムによってできた人工湖。でもない。相模湖じゃなかったかね。その相模湖近くに山あいの一軒宿がありました。道は次第に細くなり、山に分け入るような静かな道へ。大きな温泉宿のようなにぎわいはなく、山里の風景の中にひっそりと佇む一軒宿。まるで隠れ湯を訪ねてきたかのような雰囲気。すいません。正面でガラスのドアがありますから開けて、左階段。はい。ではこちら。静かな山の宿らしく、どこか落ち着いた雰囲気の廊下。一度外に出て階段を降りたところに男女別のお風呂がありました。じゃあね。泉質はアルカリ性単純温泉。無色透明で柔らかなお湯触りが特徴。ねえ、すごいね。通路を抜けて浴槽と背後の絶景を見た時の感動。ここに来てよかった。ドライヤーがあるよ。陣屋とはかつてこの地域に置かれていた役所や役人の詰め所を意味する言葉。旅人や山仕事の人々が疲れを癒す場として親しまれてきました。展望がめっちゃ良かった。丹沢の自然とともに歩んできた歴史が今もこの湯に静かに息づいています。よいしょ。
猿橋は日本三奇橋の一つに数えられる名橋。橋脚を使わず両岸から木材を組み上げて支える跳ね橋という珍しい構造で作られています。名所猿橋のもう一つの楽しみ方が渓谷を下から眺める遊覧船です。深い谷と名橋が織りなす風景をゆったりと楽しめるひとときです。斜め左方向です。続いて新猿橋西を見大月を越えたところにあるリニア見学センター。お疲れ様でした。次世代の高速鉄道リニア中央新幹線の仕組みや技術を学べる施設。リニアは最高約 500km で走ります。この速度では急カーブがほとんど作れません。そのため東京名古屋をできるだけ一直線で結ぶ必要があり、トンネルばかりになります。そのためにリニアモーターカーの開発に長い時間がかかっているようです。現在の計画では約 86% がトンネルと言われています。例えばこの超電導体、不思議な特性の一つをこちらのコースターを使って実験を行います。磁力で車体が浮き上がる原理がわかる公開実験や、以外に使われております。液体安定した状態になったからなんですね。さあ安定させたところでちょっと後ろから押してみましょう。はい、高速を置いて走ります。実はこれではピン止め効果なんですが、これも冷えてる間だけでございますので、やはり温まってしまうとあっという間に実際の車体模型に乗って体験できる施設。浮いてるね。本当だ、浮いてる浮いてる。でも定員2名まで合計100キロ以内。難しいって浮いた？素晴らしい大きさのジオラマなど盛りだくさんで楽しい展示がたくさんありました。モニターには走行実験の状況が映し出され、施設の前を通過するタイミングがわかります。山梨県富士吉田市、富士山の北麓にある人気の道の駅。目の前には雄大な富士山を望むロケーション。子供の頃に見ていた富士山も岩手に移り住んでから長らく拝んでません。ちょっと興奮気味です。富士山レーダードーム間の屋上から富士山が見えるというので行ってみました。すごいね。うわー、よく見える。なんていういい天気。ねえ。富士山、遠くからでもその姿は圧倒的で、思わず声を失ってしまいます。かつて富士山頂に設置されていた気象レーダードームを保存展示している富士山レーダードーム館。本当のドームは頂上にあるんだ。朝日が昇る。富士山山頂にてこれだけの施設を作った経緯と困難な作業について知ることができます。富士山山頂のマイナス20度の環境を体験できる施設もありました。駐車場が広く、富士山周辺の車中泊スポットとして人気がありますが、週末は混雑するそうです。分散館には山梨のお土産が並び、モンベルのショップやドッグランもあります。馬刺しの自動販売機。一人前1300円って。
なんか毎日飲んでる気がする。毎日飲んでる。あ、辛くないじゃん。うんね、飲みやすくもないけどね、そんなに。でも飲みにくくもない。車中泊で食べるご飯はなぜか美味しいですが、そろそろ鍋以外のレシピも考えたいですね。そう。富士山が美しく見える場所に行ってみます。しかし地図で見る限り大きな駐車場はないようです。現地に行ってみると施設の駐車場がたくさんあり助かりました。ただし道幅は広くないので運転に注意が必要です。我々は中型車も入りやすかったここにしました。道を丁寧に教えてくれて助かりました。人当たりが良くてとっても親切。登り切って神社、でここへ皆さん行ってるんですけど、これからこの坂を登るか階段があるんで約20分近く、そんなかかるね。早い人で15分か。ちょうどね、あの山のあの上だな。あの裏が黒山牛。この山の裏って言ってたもんな。あれを越えてくんだ。浅間神社。ここから本格的に上り坂です。目の前に現れるのはおよそ400段とも言われる階段。我々はその横にある坂道を行きます。曲がりくねった坂を登るごとに街の景色が少しずつ下へ遠ざかっていきます。やがて視界の先に朱色の五重塔、忠霊塔が姿を現します。塔と富士山がフレームに収められる撮影スポットは海外からの観光客で賑わっていましたが、ルールを守って整然と順番に設営しており混乱はありませんでした。あっち側に抜けられるのかな。いろいろな国の言葉が聞こえてきますね。帰り道の階段からは富士吉田の街並みと背後の富士山が一望できました。すごい。うわ、怖い。怖いね。撮りながらは絶対怖い。落ちる。あ、でも下りはこれ楽かも。ね。坂より。もっと足笑っちゃうかと思ったけど、大丈夫だ。すごい。綺麗だな、今日富士。近くの富士山撮影スポットに向かいます。レトロな商店街と富士山のコントラストが見事ですね。撮影スポットは国道139号と県道704号が交差する本町商店街。近くの駐車場に駐車して向かいます。おでん、うまそう。おでん、あ、すごいな。すごい。あ、すごいな。あ、確かにすごいわ。交通整理ご苦労様です。こりゃ大変だ。